平和ロードサービス代表です。今日は千葉県の方まで焚き火おじさんとドライブに行くということで、今首都高を走って千葉に向かいます。今ちょうど首都高の昔これ川だったところですね。銀座のあたり、昔の川だったところを首都高として使っているという、そういうポイントを今通過しています。ほら、これ昔の、これ上橋ですね。これここ今低いところ、昔の川のところを走ってるんで、上は橋が、昔ながらの橋がありますよね。この区間ね、珍しいでしょ。モノレール、芋虫みたい。モノレールから見えるね、東京の景色結構好きですよ、俺は。なんか Google のナビによると鈴鹿森というところで降りろという指示になっていたんで降ります。 Google ナビ、俺は信じるよ。 Google ナビがね、君が全力を尽くしてくれるなら俺もそれに全力で応えるよ。明るい兆しが見えてきた。さあ、浮島入り口ですね。さあ、ようやくアクアラインです。信号じゃ来てたらやばいねこれ。会場に出ます。こっからすげえ並んでるよ、海ほたる入んの。本日は木更津東インターで降りたいと思います。さあ、ここで焚き火おじさんと合流する。なんかフェラーリ止まってね。この辺いちご狩りとか結構多いんだな。で、我々はそういうとこには目もくれずに湖のほとりをちょっと散歩しに行きたいと思います。房総スカイライン右折になってるけどな。俺房総スカイラインじゃないかな。まっすぐだなここはな。さあ、焚き火おじさんがなんと道の駅の車止め超ギリギリ事件、0.5 ミリぐらい空いてますね。ほら、ちょっと湖の周りをね散歩しましょう。なんか釣りやってるようなボートが1個浮かんでるけど、今日は湖の周りをちょっと散歩する企画です。今日はちょっとほのぼの企画なんでウォーキング企画だから、ほんと 500m 先行くのも車とかダメですからね。ここはすごい、なんか散歩してたら結構広いところに出てきたな。すごいところだなここは。全然車が来ないな。おかしいな。歩行者天国みたいになってるな。おかしいな、おかしいな。ガードレールが二重になってんだ、珍しいな。なんかセンターラインも消えかかってるしな。おかしいな。ガードレールが外されてるおかしいな。ガードレールが外されてるな。これなんだろう、この左側右側のパイプは。これはなんだろうな。水だな。水って書いてあるな。バルブがどっからどこに水を送ってるのかちょっと分かんないけど。おお、鳥焦らすおかしいもんこれ。センターラインがこう一番道の左側にこう道が一部へこんでんだけど、これどうなっちゃってんだこれ。へこんじゃってるよ。千葉県はあれだな、関東平野と違って全然平らなところがないんだな。おった大雨の時通行止め。今日は超快晴だから大丈夫ですね。いや、雰囲気あるな。このガードレールはなんだこれ。片方だけにあるんだよな。で、あとこっち側にも支柱があって、あそこにも支柱があって、本当は両方塞いでたんだと思うけど、外されたガードレールがこっち側に落ちてるあそこに側溝の蓋がすげえ積んであるけど。いやー、ちょっとまだ本日のウォーキング、まだ万歩計がまだ全然達成されてないから、まだ歩かなきゃ道がなくなってきたけど、待てよ、なんかタイヤと自転車がぶん投げてある。ペダル見えるカゴと道が何これちょっと待って、センターラインのある道だよねここ。これ何これ、しゃがまないと通れない道路にもう根を張って伸ばしてるよね、街路樹が。栗があるけど中身がもう誰かに食べられている動物か。何この散歩道。車来ないわけだ、そりゃ前から。扇風機とかも
レトロな扇風機がありますね。扇風機、あ、忍さんのライボのやつだ。あれ忍さんもこういう道好きだからな。何ですかこの道、センターラインあるのにおかしくないですか。なんだこれ、おかしいよこの道。この先道どうなってんだろうな。そろそろ広くなってくんないと。ちょっと待って、道がなくなってる。道がなくなってるぜ。流木ですね。流木だよね。浮いてた水位ここまで上がる時があるってことだよね、きっとね。こっからバスフィッシングできるぞ、クマさん。 G とクマさんバス釣りナンバーワン。わあ、すげえ、側溝の蓋とか散らかってんだけど、なんでこれ。水で浮いちゃうってことなのかな、水の力で。このガードレールもほら水にチャポンだよこれ。こらすごいね。センターラインのある道も道路にジャボンよ。この流木がこうちょうどこっから先行けないよみたいにかかってるけど、これわざとなのかな。わざとこうやってるよね。あそこなんか引きずった跡があるもんね。人工的にこれかけたんだよね、このゲートみたいに。ほら側溝も続いてるもん。見えるかな、フィルター入ってないけど、ほら側溝が水面の奥に見えますね。いや、これは来た方がいいな、この廃道マニア。この道これはないよ、なかなか。散歩中になんか急になんか様子がおかしいなと思ったら湖に導かれていた。危ないよこれ。車で来てたらジャボンだよこれ。ブレーキ間に合わないよねこれ。夜車で来たら本当にこれ入水しちゃうよねこれマックスコーヒーだろこれ茨城県民来たなここ。あそこにもマックスコーヒー、通称マッカンがある。誰だよ2人で来たの。しかも相当古いよあれ。多分見たことないもんこの柄動物の骨がありますねここで息絶えた動物の骨がある。これ頭蓋骨かな。ガードレールの足が地面から超出てる。下が下がっちゃって、歯槽膿漏で歯茎が下がってみたいな普通はこれぐらいだもんね、地面から距離がね。最初は多分ちっちゃい草花草木だったんだけど、どんどん成長して穴ぴったりまで膨らんで、すごいこれ。この先急カーブ、もう後ろ側から車は来ませんけれどもね、ひっそりと役目を終えた看板が自然に帰っていきますね。草に包まれて。いや、昔はここ直角コーナーだったな。左90度カーブ。ガードレール二重のコーナーは落ちたら死ぬっていう意味があります。そうそう、川だね、中学生こう喜ぶ。これドリフトできそうだとか、ここ整備してラリーのコースにすればいいのにとか。ちょっと待って、謎のヘルメットが誰のやつだろうこれ。ユーポンかユーポンが原付乗る時のやつかユーポンがマフラー切った原付に乗る時にかぶってたやつだな焚き火おじさん、この錆びの具合がこれ見つけちゃったわ。これはドアノブがあるな、あそこ。いやー、ちょっとこれはゆうやくんがいればな。これゆうやくんに開けてもらうんだけどな。ダメだ、ロックされてますね。多分ね、ダムのあれ歪みとかを計測する GPS とかが入ってるはずなんだけど、ダムあるあるで、そのダムの両側にはこういうなんか地下施設みたいのがあって、反対側にもあって、その水の圧力でそのダムの堤体が歪んでないかを監視してるはず。いやー、面白い場所だった。いい運動だったわ。ちょっと散歩ブラブラしてみたらどうですか。結構面白いですね、千葉県は。